も、きすみです。こちらは、チキンです。これは、ガーガーチキンと言って、ここの腹部を押さえると、っていうような、ふざけた声を出すおもちゃです。これもともと犬のおもちゃとして販売されていたようで、なのでこんななんかスリムというか、手羽先みたいな形してるんですね。で、今回なんですけど、これ、こう、押さないと、ガー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 言わないじゃないですか。もうずっと、この悲鳴が聞きたいなと思いまして、今回は、押さなくても、このガーガーチキンがずっと、うえーいっていう声を出してほしいので、そんな装置を作ってみたいと思います。よろしくお願いします。それではまず、その装置を作るために、こいつをですね、はい、分解していきます。分解って言ってももうこれだけで、仕組み分かっちゃいましたね。これ見てこれ。ここに、なんか笛みたいなのが入ったんですよね。息を吹きかけると、ここから、声が出るっぽいです。逆に、こっちから吹いても、ここから、って音が出るっていうことですね。うわこれ、ちょっと待って、見てこれ。これなんかガーガーチキンのなんか、何ここの部分とかがさ、ついてさ、なんか机に転写されんねんけど。もうふざけんなよ、これ。まあ、そんなことはさておき。で、ちょっとここ、吹いてみますね、今から。なるほど。まあそういうわけですよ。で、ここから風を送り込めればいいと。ということで、私今回、こんなものを考えました。はい、こちら。皆さんこれどういうことかわかりますか？これはドライヤーです。このドライヤーのスイッチをオンにすることによって、ここから風がふわーって吹いて、で、これ 3D プリンターで、このドライヤーとこのチキンくんを合体させるパーツを作って、風がここからシャーっていって、チキンから、ウィーっていう声がずっと出続けるという装置ですね。ただ問題はそのドライヤーの風で、果たしてこいつがちゃんと声を鳴らしてくれるのか、素晴らしい悲鳴を上げてくれるのかが問題といったところです。それでは早速、作っていきましょう。それでは設計していきます。今回は簡単ですね。ドライヤーの穴とチキンの穴を作ってつなげるだけで終わりです。印刷プレビューです。3時間29分かかります。さあ、パッと見なんか大砲みたいですね。これでドライヤーとチキンを合体させます。じゃあ、印刷してこっか。どげ。ということで、完成しました。こちら、ドライヤーとチキンを合体させるパーツです。はい、このパーツですが、この先端部分にチキンの顔面をはめ込みます。そして、この反対側にドライヤーをはめ込みます。そうすることによって、ドライヤーの風をここからヒューって供給して、チキンの方にふわーっと活かすというわけですね。でも早速、このチキンの顔面をまずはめ込んでみましょう。これね、色もね、チキンと合わせたから、すげえ、ほら、親和性があるね。はい、とりあえず、はまりました。見てこれ。おいなんでこんなんなっとんねんみたいな感じのさ、白真の顔しとるで、これ。そうなんですよ。君はですね、今からドライヤーと合体させられてしまうんですね。残念ながら、もうこのボディにはまり合うことはないです。では、非常に驚いている、この、チキンくんにドライヤーをつけていきます。はい、今回用意したドライヤーはこちら。パナソニックのドライヤーですね。これ非常にいいんですよ。このチキンにはもったいないぐらいの非常に良い商品ですね。で、これうまくはめ込めるように設定してるんでいけるはず。ほら。はい、来ためっちゃ綺麗。すげえな、これ。とんでもない魔改造されてるで、これ。それでは、あとはもう簡単です。このドライヤーのスイッチをオンにして、果たしてこのチキンはずっと悲鳴を上げ続けるのか。では、やっていきたいと思います。セットからいきます。はい。ならへん。ちょっと待ってな、これ。コールドにせんと熱すぎて、この素材が変形しちゃうから。はい、今セットでやってますけど、この風量では、どうもこいつはまだまだ大丈夫だよっていう顔してますね。では、1個上げていきます。ドライ。ほい。ほい。じゃあちょっとさらにターボ。音がさちょっとだけ上がった。はい、ちょっと今、思ってしまいました。この状態で、水の中につけてみたりってどうなるんでしょうか？やっていきましょう。はい、それではボウルに水を用意しました。こちらに、先ほどのガーガーチキンくんをぶち込んで、はい、一体どんな声を上げてくれるんでしょうか？これずっと継続して声鳴ってますからね。それでは行きます。
これはおもろいわ。はい、ということで皆さん今回の動画いかがだったでしょうか？今回はガーガーチキンとドライヤーを合体させると一体どんな悲鳴を上げるのかという動画でした。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。じゃあ、またねー。